こんにちは、ケンです。今日の動画では日本人の僕が台湾に1年間住んでみて感じたことを話します。僕は日本人です。2021年4月に台湾に来ました。今、自分で中国語を勉強しています。海外で生活するのは台湾が2カ国目です。僕はオーストラリアにいた時から次は中国か台湾に住みたいと思っていました。でもそこで台湾人の彼女ができたので台湾に決めました。日本、オーストラリア、台湾、言語も文化も生活もかなり違います。僕はそういう違いを実際に経験したかったし、いろいろな国の友達が欲しかったです。台湾に来たばかりの時は辛いことの方が多かったかもしれません。最初の2週間はホテルで隔離をしなければなりませんでした。隔離が終わってからすぐ買い物に行きましたが、レジで店員さんが何を言っているかわからなくて怖かったです。最初は台湾人に会っても挨拶と自己紹介ぐらいしかできず、全然話せませんでした。話したいことはたくさんあるのになーっていつも思っていました。しかもその後すぐにコロナの規制が厳しくなったので、最初の4ヶ月ぐらいはほとんど家にいました。そんな状況の中でなかなか人に会えないし、人に会っても全然話せなくて、中国語を勉強するのが嫌な時期もありました。でもやっぱり台湾人と話したい、友達を作りたいという気持ちがあったので、少しずつですが中国語の勉強を始めました。もちろん勉強したからって急に話せるようにはなりません。その後コロナの状況も落ち着いてきたので、できるだけ出かけて覚えた言葉をどんどん話しました。最初は僕の中国語が全然通じませんでしたし、台湾人が話す中国語がほとんどわかりませんでした。台湾生活の9ヶ月目ぐらいから簡単な日常会話がなんとなくわかるようになってきて、自分の言いたいことが少しずつ言えるようになってきました。やっぱり海外で現地の人とコミュニケーションが取れたら嬉しいですよね。台湾には美味しい食べ物がたくさんあります。その美味しい食べ物を食べた時よりも何回も練習した中国語の文法やフレーズを使って台湾人と話すことの方が楽しかったです。中国語は今でもわからないことばかりです。でもこうやって現地の人と中国語を話したり、一緒に食事をしたりしてつながりができた時はとても嬉しいです。皆さんはゲームやスポーツが好きですか？ゲームやスポーツは最初はうまくできないけど、何回も練習してできるようになりますね。言語もそれと同じで、基本的な言葉や文法を覚えたら、たくさん聞いてたくさん話してレベルが上がっていきますね。自分のレベルが上がれば上がるほど話せる話題も増えるし、話を聞いていて分かることも増えていきます。最初は何も話せませんでしたが、今は中国語を話すのが好きになりました。僕の動画を見てくれている人は日本語を勉強している人が多いと思います。
日本語ね、難しいですよね。皆さん最近はどうですか？うまくモチベーションを維持できていますか？日本語で会話がもっとできるようになると、日本で生活している人は日本の生活がもっと楽しくなると思うし、将来日本に旅行したいと思っている人ももっと楽しい旅行になると思います。今皆さんが続けていることを諦めないでください。一緒に頑張りましょう。